今度は生活動作を見直しましょうっていうのを始めます。で、生活動作、立ち方、座り方、歩き方ですよね。あとは何がある？物の持ち上げ方。よく物を持ったり下ろしたりするでしょ。それからもう一つ最後に寝方っていうところまでやります。で、立ち方、立ち上がり方ってすごく実は大事なんです。ちょっと一回座ってみましょうか。座ってみて。で、今座るときに、座り方、座り上がり、まあ立ち方からいこうか。じゃあ立ち上がり方で一回立ってみましょうか。はい、そうすると今自分で分かった？もう一回座ってみて、前かがみになって、前かがみになって、はい、立ち上がると、そうすると立つときに、これなんでこういうふうになるかというと楽だから、はい、楽でしょ。前かがみで立ってこう伸ばすと、でも実はもう一回いこうか。前かがみになって立つと、はい、立って、はい、ここから上がってから腰を伸ばさなきゃいけない、はい、そうするとその度にここに腰に負担がかかる、はい、腰のところに体重が乗っかってこう乗っかるね。ここで、はい、前かがみで立ち上がって、ここで腰に負担をかけて上がってるのね、これを1日に何十回もやると必ず腰痛めちゃう、はい、で今ここの筋肉あんまり使ってなかったでしょ。使ってないですね。はい、もう一回座りましょう。で今度は筋肉を使った立ち方しましょう、はい、今度はさっき1で立ってたでしょ、はい、今度は1、2で立ちます、はい、1でちょっと足を気持ち引いて、はい、そうそう引いて、はい、ここから上に上がるように、はい、上に上がる、まっすぐ上に上がるように、そうするとまっすぐ上に上がることでももの筋肉を使って立つよね、はい、今度座りましょう。ももの筋肉を使ってまっすぐ座る、なるべくそう使ってる？使ってますね。うん、もう一回1、2、そうすると前かがみにならないで立ち上がるんで腰に負担がかかってないでしょ、はい、腰に負担がかからないで逆にももの筋肉をしっかり使って立ち上がり、はい、もう一回座ります。まっすぐ座ります。そうすると今度今意識してまっすぐ降りたでしょ、はい、そうすると座っててどう？今自分の感覚この辺が楽です。楽だよね。なんで楽かっていうと、これはもう一回いこうか。ごめん。初めの座り方、前かがみになってこうやってみんな座るじゃん、そうするとこの時ってもうここの足の筋肉を使ってないから、座った瞬間にお尻の筋肉がペチャッと抜けてるんだよ。はい、そうするとお尻の筋肉を使ってないってことは背骨の支える筋肉も一緒に働いてないから、ここから伸ばすっていうと今度ここを伸ばさなきゃいけない。そうですね。もう一回伸ばしてるでしょ、はい、前かがみになって今度起こしてるからここがすごく辛くなる、はい、でこれをもう一回立ちます。まっすぐ上がってまっすぐ上がって、はい、もう一回まっすぐ座ります。そうするとこういう座り方をすることで、足の筋肉を使って座ったんで今度お尻にちゃんと力が入ってるでしょ、はい、お尻に力が入っていると背骨を骨盤の上にきれいに背骨が乗っかってる状態で今座ってるんで、はい、もう一回してみて。そうすると肩の力が抜けてる、だからよくきれいに座りましょうって言うと皆さんこう姿勢よくって言われると、はい、一回ちょっと姿勢悪くなっていって悪くなってダラーンとして、はい、姿勢よくしてって言うとここで伸ばすじゃん、でここで姿勢よくしてって言うとこれはどう？今ここが疲れてるでしょ、緊張しててこの姿勢は長く持たないんです。疲れちゃう。長く持たない姿勢、腰が痛くなる姿勢がいい姿勢なの、これいけないよね。姿勢よくって時に一番いいのは一回立っちゃう。まっすぐ上がってまっすぐ上がって立ってもう一回まっすぐ座り直す、そうするときちんとお尻の筋肉に力が入って骨盤から背骨がきれいに立っている状態、そうすると楽にこのまま前かがみになっても前かがみでこうなっても楽でしょ、楽ですね。この楽な姿勢が保てるようになります。これが立ち上がり方、座り方、今度もう一回立ちます。今度ね、同じ立ち上がり方でも日本では作法って言いますね。もう少しこっち来ようか、下から、はい、ここから立ちます。この時ここから立つ時も大事ですよね、ここから立つ時にやっぱり家の中でこう座ってて、こうやって座ってもいいんだよ。どうやって座ってもいいんだけど、立つ時にここからよっこいしょってこう立つじゃん、
そうするとさっきの前かがみからこう上がっちゃう、はい、そうすると足の筋肉を使わないで腰でこう伸びてる立ち方になっちゃう、はい、そうするとねどうなるかというと家の中って狭いからこのままよっこいしょでこのまま歩き始めちゃう。でこのままどっか行って持ってまたこう持って、またこうやって持ってずっと腰がそうです、ずっとこのままで動いてることになっちゃう。そうすると腰が痛くなってくる作業姿勢になっちゃうんです。でそれをね直しましょう、はい、やっぱりこれは作法です。日本でいうね、はい、一回ここで、はい、つま先を立てます。こういう感じ、はい、そうそっちにちょっとこっちに反対に振ろうか。反対にこっち向いて、僕の方向いて、こっちそうそうそう、もうちょっと前にして、はい、そうここを上げるでしょ、はい、上げたら左膝をちょっと上げて、そう進めます。そのまま上に上がる、そうするとほら綺麗でしょ、で楽でしょ。足は使うんだけど上半身をこうやって動かさないからすごく楽に動ける。座るときは一緒、この足をずらして座るときもちょっとずらしてこのままこう降りていく。そうまっすぐ降りてついてで座る、そうすると座った時の姿勢も楽でしょ、これが立ち上がり方、座り方っていうことです。はい、はい、もう一回立ちます。はい、じゃあ今度ここから、はい、ずらして、はい、上がります。はい、今度立ち姿勢、このままいきましょう。はい、こう足を広げて、で立ち仕事するときに大体どこで仕事してる？こうやって立ってる？はい、こうやって立ってます。で今肩幅ぐらいじゃない？はい。そうするとここで立ってるとこっちに体重かけて疲れてくるとこっちに体重かけてやるよね、はい、こういう立ち方してるのね、はい、そうすると長く立ってるとだんだん痛くなってきちゃう。これを肩幅よりも1個2個開きます、はい、でここからお膝をちょっと曲げます、はい、ちょっと曲げます。そうするとちょっと曲げるとここに乗っかったでしょ、はい、体重が。でここに体重を乗っけてからこう仕事を始める。動いていって台所で例えば前かがみになって、はい、台所で動くときにこうやってるといつもここに体重が乗っかってるでしょ、はい、そうするとここに体重、ももの前に体重が乗っかってるんで腰がすごく楽。同じ前かがみで仕事する。これが足を揃えてで前かがみになるとお尻が後ろに行って頭が前に来るのね、はい、でこうやってるとここから膝曲げてももうここから曲げてもこうさあ伸びようと思ったら「あいてて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 」ってなっちゃう。それは立ってる時に腰に体重を乗っけてる。これ一回初めに開く。で初めにお膝をちょっと落としてももの前に体重をいつも乗っけといてあげる。ここに体重が乗ってるとあとはこうやって前かがみで仕事してずーっとこうやって作業しててもずーっとこうやって動いててこうやって動くでしょ、どんなちっちゃいところでこうやって動いてても起きようと思ったらスッと膝を伸ばせば起きるから腰に来ない。これが立ち仕事の仕方1、はい、2はね包丁持って、はい、包丁持つと皆さん包丁このままで包丁持っちゃうと包丁が斜めに前にいっちゃう。あ、そうですね、こっちにこういくでしょ、はい、でこれだと引いてみて、そうするとここまでしか引けない、引けないから皆さんどうするかっていうと一生懸命押すのよ。こうやって使ってる、はい、だからで包丁使っててだんだん疲れてきちゃうのね、はい、でこれを持った方の足を1個引く、はい、柔道の構えと一緒、はい、でここでお膝ちょっと緩めてもう一回、はい、ここで動けるね、はいはい、このまま包丁を持ちます。そうすると包丁を後ろに引ける。ああ、そうですね、はい、肘が後ろにこうまっすぐ引けるでしょ、はい、そうすると長い包丁でも楽に引けるし、こうやって押して切るにしてもすごく肘が楽に仕事ができる、はい、だから必ず道具を持った方の足を道具を持った方を引く、左に持つんだったら左足をちょっと引くっていうのが立ち方ポイント2です、はい、これをやっていくと生活の中での、動作がすごく楽になります。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあ今日は、歩き方やりましょう。はい、はい、さっき生活動作やりました、はい、で毎日歩きますよね、はい、で歩くときに意識して歩くってことがすごく大事なんです、はい、で意識して歩かないとバランスが悪い歩き方でもそのまま毎日暮らしちゃう、はい、そうすると歩き癖っていうのが
しょ。で歩き癖がついちゃう。で今はどこを歩いてても家の中も外もみんな平らじゃない。そうすると平らなとこばっかり歩いてると自分の歩き癖を直すチャンスがない。で僕小学校にずっと小学校の子供たち見てるけど、もう1年生で入学して6年生まで歩き癖が治んない子って結構いるね。で平らなとこしか運動しないから。でそれは運動をよくしてる子でもやっぱりそうなの。でじゃあどうしなきゃいけないかというと意識して歩くということが実は非常に大事なんです。でもうちょっとこっち側に、ここから行きましょう。大丈夫かな。でポイントは、まず大きく3つあります。1つは、かかとから、かかとからつくように意識してかかと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 、はい OK、帰ります。ゆっくりね、かかとかかとゆっくりかかと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 、はい OK です。かかとここに来る、かかと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 、はい OK、ゆっくりゆっくりかかと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 、だんだんそっちに寄ってくるね。そうですね。で今度はかかとから今ついたでしょ。で親指を思い出して、この指、親指を思い出して、親指がありますよって意識しながら、かかと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 、そういい感じ。ゆっくりね。親指を思い出してかかと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 、はい OK です。そうするともうちょっと前に行くわけじゃん。かかとから親指を思い出して、僕の方に来て、OK。そうするとストップ。そうすると今歩いてきた時に親指を思い出すとつま先が外向いたり内向いたりしないでまっすぐ前向いてるでしょ。そうするとつま先とお膝が膝頭がまっすぐ前を向いて歩くようになる。でO 脚とか X 脚とかそういうのが治ってくるんです。でかかとからつま先までしっかり使うことで足の裏の筋肉も全部使って歩くようになる。そうじゃない歩き方もあるでしょ。そうじゃない歩き方、ダメな歩き方は足を置きに行く、こうやって歩いて、これ楽なのよ実は。足を置きに行く。でこれはもう少しひどくなってくるとよく言います。これがこうやって体を振って歩く。これ楽なの。なんでかっていうと筋肉を使わないから。こういう感じ、揺れて歩く。そうすると筋肉を使わないのは何で悪いのっていうと、こうやって筋肉を使わないで歩くと筋肉を使わないことで歩いた時に関節に全部重さが乗っかってきちゃう。でこれを何年も何年もやってるうちにだんだん横脚になって猫背になってこういう歩き方になってる。これを直す。そのためにさっき言った、かかとから親指を意識してかかと親指かかと親指かかと親指ってやるとここのラインがすごくきれいになったでしょ。筋肉をしっかり使う歩き方に変わってきました。今度はもうちょっと前に行きましょう。ここ2本。OK。そこで今度は肘を振ります。手をこうやってブラブラ振ってると、これは手をただブラブラ振ってるだけね。振ってみて、これは運動にならないんだよ。ちょっと肘を曲げて、肘を後ろに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 って引くとどう？肩まで肩甲骨が動くよね。そうすると肩甲骨が動くことで上半身の筋肉をしっかり使った運動になってくる。これでちょっと歩いてみましょう。ゆっくりでいいよ。歩いてかかとからかかと親指かかと親指、そうするとかかと親指かかと親指かかと親指、そうすると綺麗な歩き方の動きになっていく。今この部屋狭いけど、この肘をしっかり振ると足の歩幅も広くなってくる。でもう一つじゃあ行こうか。で歩く時にもう一つ行くと、今度はこの骨盤をしっかりこう回転させる。足を出す時にただ足を出すんじゃなくて、左の骨盤から前にこう出るような感じ。右を出す時は右の骨盤からこう出る感じ。そうするとここの骨盤を使うことで腹筋で歩くようなイメージ。イメージとしては、頭の中のイメージとしては、自分の足の
始まりが、足の付け根がずーっとでおへそのあたりに足の付け根があると思って、はい、ここに足の付け根があって、ここから足が前に出ていくイメージ。そうそうすると骨盤がしっかり回転しながらこう歩くようになるんで、そうするとこう大きくここを使って腹筋を使って歩く感じ。歩いた時に足が疲れるよりも腹筋使ってるっていう感じがしてくる。ちょっと歩いてみようか。はい。いいよ、ここ触らなくていいんだよ、普通に。はい。かかと。あ、そう。イメージちょっと使ってるでしょ、自分の中で。はい。ちょっと外から見ても分かりにくいけど、自分の中ではこう使ってる感じでしょ。はい。ここを使ってるんです。はい。こんな感じの歩き方で、ちょっと慣れてきたら少しずつ歩幅を広げてみて。はい。でもう一個、じゃあ、もう少し難しいことします。はい。今度は歩くときにここにねラインがあると思って、で初めはじゃあ分かりやすいようにこうちょっと広くしよう、この板1枚、そう、このラインがあって、このラインの両側に足の内側が沿うような気持ち、はい、かかと、はい、ちょっと広げて、かかと、親指思い出して、はい、そう親指思い出してね、もう一回親指を思い出して、そうするとどう？超安定する。はい、そうするとこれはどういう時にしてほしいかっていうと、例えば、妊娠中、お腹が大きくなってくると、皆さんお母さんたちみんなお腹が大きくなると足がこうやって開いてこうやって歩き始める。そうね、腰が重くなってくるからだんだんこうやって反らしてこうやって足が外向いて歩き始めるでしょ。そうすると足が外を向いて歩くことによって骨盤が開いてきて骨盤底筋が下がって産後もなんかこの辺が痛いんだよねっていうふうになっちゃう。でそれは妊娠中も足をこの少し10センチぐらい、ちょっとお腹が重いものを持って歩く時もそうなんだけど、ちょっと重くなってきてるんで10センチぐらいの幅を意識して10センチの幅を両側をこう足を出す感じ、こういう感じで歩くとすごくこう安定した歩き方。例えばあとは大きい荷物を持つとか重いものを持ったりとかいう時も10センチの幅を意識してちょっともう一回歩きましょう。ここ歩き、はい、かかと親指、かかと親指、はい OK、 こっちから来て、かかと親指で10センチ、そう、あ、いい感じですね。で普段は今度は10センチじゃなくてもいいね、はい、5センチぐらい半分5センチにして、はい、5センチで歩いてみよう。かかと親指、かかと親指、これでもすごく安定してるでしょ、はい、自然に歩きやすい感じ。はい、そうだよ。だから今度はもっとかっこよく見せたかったら1センチ、1センチのラインの両側、そう、1センチ、はい、かかと親指、そうするとすごくスタイリッシュな感じ、はい、かかと親指、かかと親指、かかと親指、そう、どうしてもこう右足がこう外を向こう逃げようとしてるね。癖なんですね。そう、多分それがいつもバランスが悪くなる。だからちょっともう少し右の親指意識して、かかと親指、かかと親指、そう少しそうやって歩くことで歩き方を意識するだけでも体のバランスを直すことができます。はい、そんな感じ。はい、はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ物の持ち方、下ろし方ってやりましょう。はい、毎日こうなんか持って下ろすってやるじゃん。その時にね、大事なこと、はい、ちょっと一回やってみるか。ふっと持ってってこれ。そう。あ、でもまあまあいいよね。そう。でもう一回下ろして。でこの時に今何を意識した？やっぱり意識してないよね。でこれがね、物を持ち上げる時、はい、手から行くんじゃなくて、必ず足から行く。はい、足から進んで手を出す。はい、でしっかりこう足で持ち上げる。下ろす時もしっかり足から行って手が行く。足の方が先なの。はい、でこれを腰を痛めるっていうのは、手から先に行ってこう持ち上げるから、ほらここの距離が遠いでしょ。遠いからこう行ってこう持ち上げるときにすごく負担がかかっちゃう。腰にね。そう、必ず足から行って手を出す。
ちょっとやってみて。いって手を出す。そうすると軽いでしょ。で足から先にこう曲げて、で手を置く。そうこの繰り返し。でこれがきちんとできてると、さっきの立ち上がり方ってやったじゃない、こうやってまっすぐ伸びてまっすぐ伸びて、これが一緒。これ低いものだったらここでちゃんとこうなって、こう下ろして、そうすると体を転がさないものの持ち方下ろし方ができるようになります。ちょっとやって、ちょっと一回しゃがむ、低いところまで行ってしゃがんで、そう持って、はい、上がる。そうすると体の近くで物を持つようになるでしょ。近くなりますね。そう、ちゃんとしっかり足からいくと、持った時に体の近くで持って上がるようになる。これが大事。寝方っていうのはあとありますよね。じゃあ今日寝方っていうのを少しやってみましょう。で寝方って実は文化で、欧米人は柔らかいベッドが好きなの。よく外国泊まってるでしょ。外国のホテルってすごく柔らかくね、ベッドが。で枕がいっぱいあるじゃない。なんでって思うよね。そうですね。あれはハンモックスタイルなのよ。柔らかいベッドで枕を高く、背中から枕で体を起こすことで、枕で体とベッドの相性を作るのが欧米人のスタイル、ハンモックスタイルで、日本人とか大体まっすぐ寝るのが好きなの。頭に枕で。そうするとあまり柔らかいベッドって作らないね。割と硬めが好きなの。ただ硬すぎればいいってわけじゃないんで、今日はそのまっすぐ頭に枕で寝るんだったらこういう調整をしましょうっていうのをやってみましょう。ちょっと寝てみてくれ。仰向けに。で仰向けに寝ると、僕こっちにした方がいいかな。仰向けに寝ると、こことここが背中がくっつくじゃない、お尻と背中。そうするとここに隙間ができちゃうんだよね。ここに隙間ができてる。そうするとこの隙間ができてる状態で、硬いのがいいと思って硬いところに寝てると、腰の筋肉、ここの浮いてるところの筋肉が寝てる間ずっと緊張してるわけよ。で朝起きると、なんか腰が張ってて疲れてるっていうふうになっちゃう。でだから硬すぎるってのはあんまり良くないよね。でここもほら空いてるでしょ。これも空いてる筋肉が緊張してるんだよ。でじゃあどうするかっていうと、いいマットレスを買わなくても、とりあえず例えばこのタオル、フェイスタオル4つに畳んだ1つ、これをちょっとこうちょっと押してみて、はい、ここに1枚入れてみて、はい、下ろして、どう？いいですね。さっきよりもう1個入れてみよう。じゃあごめんね。どう？さっきよりもっといいですね。もっといいね。そうするとここの隙間がたったこれだけちょっと隙間を埋めてあげると支えてくれる。そうすると筋肉の緊張が抜ける。で例えばこのお膝の下、これもしんどいっていう人ではここにクッション入れちゃう。楽ですね。そうするとすごく楽でしょ。だから割と日本人の寝方、頭に枕で寝るっていう時には少しベッドとマットとこう、体の関係をこういうふうに直してあげると楽になります。でこれは逆に、沈みすぎてる、ちょっと柔らかすぎてるマットレス使ってたりすると、今度はちょっとこれ抜いてね、今度は柔らかすぎると、頭に枕で寝るんだと柔らかすぎるとお尻が沈んで背中が沈むでしょ。そうすると結果的にこう反ってる感じになっちゃう。こうやって寝てると朝起きた時に今度は腰の関節にすごく負担がかかってて、腰が痛くて朝起きると腰痛いんですっていう人は大体お尻が沈んで背中が沈んでるんです。でそういう場合はこれを本当にこのぐらいでいいの。お尻のちょっとね、お尻の下にこれでここに1個入れ、はい、OK。そして今はちょっとこれ硬いからちょっと変な感じだけど、ここに1個入れてお尻の沈みを抑えてあげる。それからここが入れたらここが楽だなっていう人は背中も実は沈んでるんで、背中が沈んでると枕が高くても低くてもなんか合わないのよ。
なんか高いと嫌だし低いと嫌だし、どこがいいのって分からなくなっちゃう。だから皆さんは割と枕を一生懸命変えるのね。枕が合わない枕が合わないって枕買うんだけど、枕を買う必要はないんです。枕よりもここの一回ちょっと体を押して、大丈夫、ここの下に、はい、OK、 背中に入れてあげる。で背中の沈みもちょっと調整してあげる。そうすると寝てる間の筋肉の緊張が抜けることによって、枕も合ってくるし、朝起きた時もすごく楽になります。でこれ動いちゃうじゃんと思うじゃん。でもこれはここがちょうどいいなと思ったら、それをシーツの下に入れちゃえばいい。そうするとそんなに動きません。でもう一つは、お布団が合ってない人っていうのは夜の間に何回も何回も寝返り打つんで、寝てる感じがしないのね。でしっかりお布団と体が合ってると、寝返りの回数が減っても、すごく朝起きた時に体楽になってる、疲れが取れたっていう感じになります。案外、皆さんお布団と体の相性が合ってないのに枕だけ合わせるとか、逆に、合ってないからずっと横向いたままで寝てて、朝起きるとなんかいつもこう体がどっか痛いとかいうふうになっちゃう。横向いて寝るのが楽だっていう人でも、まずは仰向けでちょっとこのお尻の下にタオルを入れた方が楽なのか、それとも自分は腰の下の方に入れた方が楽なのかっていうふうに、ちょっとこのタオルの位置をこう変えながら、ここが楽なのか、ここが楽なのか、ここが楽なのかってちょっとずつ位置を変えて、どこが楽か探してみてほしい。で腰の下が楽だったらここ1箇所でいいし、お尻の下が楽な人は、お尻が沈んでるってことは背中も沈んでるから、背中の下にも入れて1箇所2箇所入れてくれると楽になります。でもう少しやれば、このお膝の下もちょっとお膝がきついで疲れるんだよねっていう人は、お膝の下にもちょっとクッションを入れてあげると、もっと楽に寝てる姿勢を作ることができます。これでも結構毎日の疲れの抜き方が違いますので、ぜひやってみてください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。生活動作というところだったんですが、普段何も考えずに立ったり、歩いたり、物を取ったり座ったりもそうですけど、どこを注意していいのかっていうところでいろいろ教えていただいて、特に特別なトレーニングをするっていうよりは、普段から注意してやっていくことで体を良くしていくっていうことで教えていただいて、すぐにやってみたいと思いました。立ち方ということでマサイメソッドを教えていただいたんですけども、なんか立つ時に意識して姿勢を良くしようっていうふうに思うと、やっぱりどうしてもこの辺だけ張ってギュッて姿勢をここだけをうまく姿勢いい感じにしようっていうふうにやっていて、ここがいつも疲れちゃっていたので、どうすればいいのかなって思っていたんですけども、本当にもうこのおへそを上げてお尻に力を入れてって、で飛んだ時にすごく楽になって、ここが力を抜けたのがすごく驚きました。すごくいいなと思ったので続けていきたいと思います。